はい。それでは、三角比の拡張の1時間目ですね。三角比の授業だと、だいたい始まってから4時間目か5時間目ぐらいの内容かなと思います。では始めます。まずはですね、三角比の導入の時の考え方をちょっとおさらいしていきたいと思います。直角三角形ありますよね。で、斜辺分の高さ。これをサインシータというふうに決めて計算しました。ね、なので r 分の y と。次、斜辺分の底辺。これをコサインシータ。なので r 分の x というふうに書きましたよね。で、底辺分の高さ。これがタンジェント。x 分の y だと。で、これだとですね、シータはどうしても90度未満じゃないと、計算できないんですが、ちょっとその角度ですね、もうちょっと大きい角度を使えるように、新しい定義の仕方を考えたいと。ね新しい定義で再定義し直したいということなんですね。ですので、直角三角形という枠を超えて、全く新しい定義の仕方に入っていきます。それが何かっていうと、座標の上に、乗っけて考えるんですね。乗っけるというか、座標の上で純粋に考える。どういうことかっていうと、座標上に点 P があって、斜辺分の高さという考え方ではなく、O と P ですね。原点と点 P との距離です。線分 OP の長さ分の y 座標。で、コサインシータであれば、今度は底辺ではなくて、OP 分の x 座標です。座標ですから、マイナスとかもありますよ。ね。そうすると、プラスとマイナスと両方出てくるんですよね。なので、ぐっと世界が広がるわけです。タンジェントであれば、x 座標分の y 座標と。このように、もう全く新しい計算の式を導入して定義するということなんですね。はい、これが三角比の定義というものになります。では実際にね、確認をしていきましょう。はい、問題を解きながら理解を深めていきたいと思いますが、まずは1番から4番まで今問題が出てきましたよね。この問題、この図を見て、左下のこの定義に当てはめて、それぞれのサインシータ、コサインシータ、タンジェントシータを、求めてみてください。まず最初にやんなきゃいけないのはこれ、原点との距離がいずれも求まっていませんので、これ計算してやんなきゃいけませんね。ここが5でここが2ですから、ルート29と分かりますよね。はい、ちょっと自分でね、計算してみるといいかなと。はい、それでは1番から考えていきましょう。シータがあって、サインシータですね。今出てきた赤い線の部分の長さ、これがルート29ですから、ルート29分の高さ、y 座標ですね、2となります。コサインシータであれば、ルート29分の5。タンジェントシータであれば、5分の2ということですよね。はい、次、括弧2番なんですけど、今度はですね、この第二象限の方に左側に出ちゃってますよね、点がね。じゃあこれってどう考えるのかなと。シータがもう90度を超えちゃってます。で、x 軸の正の向きからのなす角の大きさが、鋭角で三角比を最初考えていたんですけど、対象となる角を鈍角に広げると。そういうふうに教科書では言いますね。そうすると、鈍角三角形に広げるのかなって勘違いしてもおかしくないかなと思うんです。だから、こんなのかなと。こういう図のことかなと。ここはだから鈍角になってるんですよね。こういう図をね、連想するのも無理はないかなというふうには思います。だからこちらが斜辺で、ここの長さをどうやって求めるのかな、ここをどうやって決めてるのかなということなんですけど、実はね、もうこの図そのものが、間違えてるんですよね。で、
じゃあどういうふうに考えるかっていうと、このシータというのは、ね、今くるくる回ってますけど、ここのシータ。このシータを広げるということなんですよね。鈍角に。ね。なので、広げるということですから、この図を別に鈍角三角形で考えなさいとは言っていないんです。ね。角度が鈍角まで広がったよっていうだけなんです。なので考える基準になるのはあくまでも新しい定義なんですね。新しい定義で、さっき、出したものですね。はい。どういうものかというと、こちらになります。だからこちらの定義に純粋に従うんだと。どういうことかっていうと、まずサインシータであれば、これ原点との距離が分母ですよね。原点との距離ってこの点と原点までのここの長さです。だからルート29なんですよね、使うのはね。はい。なので、分子に y 座標を置きますから、ルート29分の2となります。コサインシータであれば、はい、こちらはルート29分のマイナス5ですね。x 座標ですから。あれ、直角三角形だからプラスしかないんじゃねって思わないでください。もうそこからは離れてますから、ね。完全にこの新しい定義にのっとって、考えるんだと。ね、スタートは直角三角形だったんですけれども、もう全然違うものになってると思ってもらっても結構です。ね。タンジェントに至っては、x 座標分の y 座標ですから、マイナス5分の2、なのでマイナス5分の2ということなんですよね。で、これ、あえて直角三角形もう関係ないよと言ったんですけど、もしつながりを考えるとするのであれば、例えばこれ分かりやすいですね。ここに直角三角形があります。じゃあこちらの直角三角形何か。僕はいつも X 軸にひっついた直角三角形で、考えるようにしています。こういう感じですね。Y 軸にひっつけて考えても別に特に問題はないと思いますが、こういうところに、直角三角形のかけらが残ってるのかなというふうに思ってもらえればいいかなと思います。いずれにせよ、新しい定義でその定義に純粋にのっとってやるんだということですね。こちらの方を覚えておいていただければと思います。はい、それでは3番いきましょう。こちらですね、ちょっと変な図ですよね。三角形も作れません。これベタっとひっついてますよね。で、これシータってなってますけど、これ明らかにね、180度ですから、シータを180度に書き直しましょう。で、この場合の三角比はどういうふうに計算されるかということなんですけれども、やはり純粋に定義に従うんですよね。原点との距離が分母である。ですので、今、黒い太線が出てきましたけれども、この部分がルート29の長さなんですよね。それ分の y 座標ですから、分子0なので0。コサイン180度。今度は原点との距離で、x 座標を割ればいい。そうするとこれ約分されますよね。マイナス1だと。タンジェントであればx 座標分の y 座標ですから、やはり分子が0ですので答えは0であると。ね、じゃあ4番。これだとどうなるのか。基本的な考え方はやっぱり変わらないですね。どうするかっていうと、これ全部90度ですから、サイン90度は原点との距離分の y 座標なので、ここですよね。今太い線が出てきましたけれども、これ長さルート29ですから、ルート29分のルート29約分されて1だと。コサイン90であれば、今度は x 座標が分子に来ますよね。だから分子0なんで、答えは0と。タンジェント、ね、これもわざと何も言わずに生徒に出して、どうなんのっていうふうに聞くことがあります。で、分かる子の方が多いっちゃ多いんですけれども、ね、x 座標分の y 座標を計算すると、これ分母が0なんですよね。あれと、どういうことなんだと。困るわけですよね。見たことがない場合は。で、これ改めて、
0で割るってことはやっちゃいけないわけだからね。なのでこの場合は解なしというふうに答えるんだよという話をします。でついでにですね、じゃあなんで0で割っちゃいけないのかなという話も、簡単にすることは多いですね。6割る0がなんでダメなのかと。はいまず6割る2、これ3ですよね。ということは2と3をかければ6だと。ということは割り算と掛け算、この青と赤の数字の組み合わせで、対応させて考えることができますよね。だから割り算を、この掛け算で、対応させることで定義しようとするわけです。そうするともし6割る0に答えがあれば、それに対応する掛け算があるはずですよね。ということはこの青い四角の中に入る数字があるはずなんだけれども、どんな数を入れようが0をかけてしまえば0になってしまうんで、6にはならないわけですよね。つまり当てはまる数値が存在しない、定義できないということなんですね。割り算0での割り算がということなので、この場合は求めることができませんので、タンジェント90度も解なしということですよということになります。はい、それではですね、次、三角比の拡張の2の説明に移ります。それは別の動画を用意していますので、ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。